もうイメージ的にもう自分で曲がれるスピードまでブレーキを落とすっていうことでブレーキしてるんですけど、ブレーキなんでブレーキが今かけてるかっていうと、僕の場合はコーナー曲がれるスピードまで落とすっていうイメージでブレーキをかけています。そのためには例えばこの急ブレーキかけちゃうともう姿勢が乱れて、もうギアの荷重が抜けて、抜けちゃって、もう姿勢が乱れた後にアクセル入れてもうアクセルタイヤが空転するだけなんですよね。それをなくすために、例えばここ、一時停止とか信号待ちの線だとか考えて、そこに持っていくにはブレーキを丁寧にかけるイメージじゃないですか。やっぱ実際車で乗ってると、はい、そんなイメージでこれはブレーキをかけている。そうすると自分でこう旋回するスピードっていうのはもうコントロールできる範囲のスピードっていうところまで落とせるので、こんな感じです。ただブレーキのかけ始めるところっていうのはもう足を乗せる感じ、信号停止線まで行くまでにブレーキに足乗せてずっと帳尻合わせしていくじゃないですか。そうギューって踏むんじゃなくて、スーって何回か、1回じゃ絶対止められないんで、何回かやっぱりブレーキかけるんですよね。しかも結構手前から、俺の場合はもうブレーキ、あの辺からかけてます。こっち行くとブレーキかけ始めですね。っていうぐらいで、もうブレーキで曲がれるスピードまで帳尻合わせをして、しかもスーって一定のブレーキじゃなくて、多分一定だとかけれない、一定だと絶対オーバーしたり、一定だとオーバーしたり、が強すぎたら曲がるところまで届かない。そこはもう自分で曲がれるスピード域まで落とせるっていう、自分でこうコントロールできるところまでブレーキでコントロール、ブレーキのコントロールですよね。していく感じで持っていけると、多分次のコーナーもあとアクセルで曲がって立ち上がるだけなので、やっぱ実際乗ってるイメージね、やっぱ乗ってると絶対ブレーキってこんな動きしないですよね。しないです。絶対しないですね。絶対重量物があるとこういうブレーキのかけ方になると思うので、もう手前からコントロールして合わせていくっていう感じのブレーキ。それと後のブレーキの後のコントロールもコントロールできる差速なんで、走れると思います。あれですか、アクセルに通じるものもある。ブレーキだとブレーキするでしょ。ブレーキで結局空転じゃない、その場合空転、スリップさせない、ブレーキかけてますよね。ブロックさせるっていう感じね。アクセルだと結局これも空転させない、難しい。だけど結局限界を超えないところがこうアクセルの時に外しながらこう加速させる。そうですね。100みたいなもんなの。でもそれはそんな感じかもしれないですね。ブレーキかけて、スピ
ピードが乗ってる時はどっかに荷重乗ってるんで、もう外側のタイヤに荷重乗ってるんですけど、ブレーキかけた時はフロントに荷重残りますけど、リアの駆動は残ってるんで、はい、その次にアクセル入れたらその駆動が残ってるのでちゃんとタイヤが着地してくれます。完全にこれがロックしてしまったらもう後ろに荷重が乗ってないんで、完全に止まってしまったら乗ってないんで、もうスリップして空転してバランスが悪くなっちゃうんですよ。ごめんなさい。なんでこれはもうブレーキかけた後は普通にもうすぐアクセルが回転が止まらない程度でちゃんと回転を合わせてやる。これは多分できると思うんですよ。どうでしょう。信号待ちしていくイメージだけど、まあ止まらないんですけど、自分で曲がれるっていう自信があるスピードまで、は落としていいと思う。コーナーに入り手前の帳尻合わせみたいですよね。回転もちゃんと残ってるので、その後にアクセルちょっと入れても車暴れないですよね。今のはちょっと完全に荷重抜けちゃったんで、はい、荷重が残ってる以上はもう荷重が抜けてないので。実際その意識するだけで多分見てる感じでも車自体が流れが途切れてないし、アクセル入れた時の安定性もあるし、いいと思います。なんか謎ありますか？また分からんなっていうところがなんかあれば。ブレーキって結構重要で、これまあ例えばグリップのブレーキなんですけど、ドリフトとかになってくると今度もうこれは減速のブレーキ、でドリフトになってくると、ギアの荷重を抜くブレーキ、荷重移動させるブレーキっていう風になってくる。車だと実際これやったらすごい怖いよなっていう。ブレーキは実際ガスコン走ってても怖いと思います。今のブレーキです。やっぱりそれが、コントロールできる幅のコーナーに入れるブレーキ。
はい、そこがないなと思ってしまうわけですよ。これがちゃんとできてると、はい、実際コーナー抜けるのはスムーズになるので、はい、全体的な加速は伸びてくるというか、速くなってくる。なんで多分僕らとしたら欲張って、はい。ブレーキっていうブレーキに戻ってくるとあれ、そうですよね。可能性はあるんですよね。はい、いい感じ。あー、でもはい、今のはちょっとロックしちゃったんで、後ろの荷重が抜けちゃったけど。そうですね。減速しすぎず、はい、ブレーキが足りなすぎず、コーナーを抜けれるぐらいの最適な加速なブレーキ。ブレーキってなんか強くファンってかけて、はい。そういうなんかこのイメージイメージだけ、イメージですね。はい、それだとなんとかじゃない。濃くなっちゃうんで、実際っぽく見えるにはロックしないぐらいでブレーキかけたのが車の重みを出せるっていうのもそうです。はい、パックに比べたら重みがそう見えますね。車っぽやぱね。く見えますよね。多分それを意識することで急ハンドルとかっていうのは今あまり使ってないような気がします。はい、例えばこれでちょっと車速を上げてみましょうか。大将です。大将してます。って思った時はもうそうコントロールできない範囲に入ってそういうことです。はい、でそういう感じになっちゃった時はちょっと減速加速を落として自分がコントロールできる範囲でっていう練習をした方がこれ以上言ったら俺ダメだっていう思うよりは自分でコントロールできる範囲を十分練習してちょっとずつ加速を上げていく、はい、っていうのをやった方がいいですね。コントロールできる範囲のスピードではい、中井さん全然変わりましたね。すごいですよね。マジっすか。そうなんですよね。いや確かに。いや自分やっぱなんか見ててもなんか似たような走りになってるんでもうすごいと思って。まあまあまあ信号機はこれもすごい例えなんこれも来てもらった例えなんで、はい。教え方が上手なんです。は
い感じ。高いめっちゃいい感じになってる。と全体的な流れもつながって自分で走らせてても走りやすいですよね。安いですね。そうなんですよ。なんかコントロールできてるってやっぱ実感できる。はい。はあ、めっちゃいい。あ、よくなった。はい。さっきみたいにあって思った時もはい。最後まで諦めないでどうにか元に戻そうあ、っていう練習もみんなと走るときって必ずはい。乱れると思うんですけど、そういう時の練習にもちょっと最後は諦めないで、諦めずに、はい、パッとでこう言ってきましたね。はい、頑張ってせっかく走ってるんで一歩も無駄にしないように。ああ。はい、これも頑張って。はい。ちゃんとある程度のところで番組締めてくださいね。確かにということでいきなり締めるけど今日の講習は終了ですありがとうございました。ありがとうございました。